皆さんこんばんは。本日も文化話チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。トラベラーズノートを仕事ノートとして使い始めて1ヶ月経ちましたので、今日は1ヶ月使ってみた感想とかをお話ししたいと思います。よければ最後までご視聴ください。ということで、こちらが私が今仕事手帳として使っているプロッターの英語サイズと仕事ノートとして使っているトラベラーズノートです。なぜ2冊使いしているのかとか、その使い分けについては別の動画でお話ししていますので、よければご視聴ください。今日はこちらのトラベラーズノートのパスポートサイズを仕事ノートとして導入して1ヶ月経ちましたので、これについてのお話になります。まず結論から言ってしまうと、トラベラーズノートのパスポートサイズを仕事ノートとして使ってみて、すごく良かったです。今後も継続したいと思っています。セットアップの時からちょっと様子が変わっていて、実はセットアップ当時はここにペンホルダーをつけてブラスクリップをここに入れていたんですけれども、このペンホルダーのこの表に出るステンレスの部分がやっぱりノートを開いている時に机側に当たりますよね。それで引いたりするとブロッターほどではないんですけれども、例えばダブルクリップとかが机で滑ったような音とかが出ちゃうんですね。なのでこれを取り外すことにしました。なので今こちらは使っていません。ブラスペンをこう直差ししているような感じです。私が購入したこのトラベラーズノートの本体、トラベラーズノートって開封してみないとどんな表情の皮が来るかっていうのがわからないですね。そこがプロッターと違うところなんですけれども、今回私の手元に来たこのトラベラーズノートって結構割と最初からこの辺の傷とかが入っていたり、ちょっと荒っぽい感じだったんですよね。なので私どちらかというと、そういう革製品を購入した時に最初につけてしまった傷とかでめちゃくちゃショック受けるタイプなんですね。一回ついてしまえばある程度へっちゃらになってしまうといえばなってしまうんですけど、とにかく最初の1回目の傷っていうのがものすごくショックを受けるタイプなんですけど、このトラベラーズノートに関してはもともと傷が入っていたので、自分で傷をつけるっていうことにさほど抵抗感がありませんでした。なので思い切ってこのブラスクリップをこう革に直接刺してこう留めて使っています。なのでこの辺とかもちょっとブラスクリップの跡みたいのがついてるのかなと思います。こちらのブラスペンも今回のトラベラーズノート導入で初めて購入したアイテムになります。キャップ式で抜いたペン先をこのように取り付けると普通の長さのペンになります。ちょうど指を持つこの持ち手の部分が木軸になっていて、鉛筆のような感じのほんのりとした木の香りがして、書いている時にふわっと香る感じが私はとても好きです。最初に試し書きした時はちょっとこのペン軽すぎるかなっていう風に思っていたんですけれども、意外とちゃんとノートにずらずらって書いてみた感じ、書きやすくて結構気に入っているペンです。インクの芯はめちゃくちゃ短いんですけれども、油性だしそれなりに持つんじゃないかなと思います。このブラスペンって旅先での簡易的なボールペン、コンパクトでとりあえず書ければいいぐらいのそういったものなのかなって思っていたんですけど、普通に好きですね。また機会があったらこのブラスペン買っちゃうかもしれません。書いている用紙をお見せすることはできないんですけど、私が使っているのは軽量紙タイプのトラベラーズノートのリフィルです。トモエリバーの紙が使われているみたいで、めちゃくちゃ薄くて軽いです。ただ私がここにこう書いていくと筆圧がめちゃくちゃ強いので、2ページ3ページと残ってしまうような薄さの紙でもあります。最初はちょっとそこが気になったんですけど、だんだん使っていくうちにその筆跡のこととかも気にならなくなってきたので、下敷きはなしで使っていこうかなと思っています。ここに蛍光ペン使ってるんですけど、それがにじまないっていうのはすごいなと思いました。あとはこの紙をめくる音、書いてちょっとクタクタになってしまったようなページをめくる時の音がすごく好きです。このトラベラーズノート本体には4冊のリフィルノートをセットしているんですけれども、それなりの厚みがこう出ますよね。なのでこの1冊目のノートって正直段差があって若干開くの大変だったりします。なのでメモ1冊目が一番メモの頻度高い
ノートにしちゃうと若干書くのがストレスになってしまうような感じがします。私は基本的に右ページしか書かないので、右ページが書きやすければいいんですけれども、例えばそれを2冊目にするとか3冊目にするとか、自分の中で順番の調整みたいなのをした方がより使いやすくできるんじゃないかなと思いました。左ページも全く使わないっていうわけじゃなくて、基本右ページにこういろいろ質問とか書いて、実際に会議とかそういう場になった時に左ページにその質問したことの答えをこっち側に書くとか、そういった感じでページを使うような感じですね。自分でメモするだけの時はブラスクリップをこう挟んで書いているんですけれども、会議の時は基本このブラスクリップは持っていきません。あとブラスクリップもこのままこうやって閉じてしまうと表側が出てしまうので、このまま引きずったらまたうるさいので、内側にこのようにして挟んでいます。で、ZIP ファイルは結局付箋とか入れるかなって思って持っていたんですけど、意外と何も使っていなくて、本当にステッカーを入れてるだけっていう感じですね。このステッカー可愛いけど ZIP ファイル必要なければ抜いた方がいいのかもしれません。さらにこのように飛行機のクリップを取り付けて、私は全部同じノートに統一しているので、ノートの切り替えのページとかをこう探すときにこのクリップを目安にしています。1冊目はまあ分かりやすいので、2冊目3冊目4冊目の表紙側のところをこうさっとめくれるのでとても便利です。ただこのノートの中でどこのページまで使っているかっていうのはこう手動でパラパラっと探していくような感じです。でも今のところこれで十分かなというふうに感じています。ゴムのこの革のタグのここを最後にこう止めるわけですけど、ここがちょっと結構ゴムを引っ張ってるなっていう感じで、たまにちぎれちゃうんじゃないかな、怖いなっていうふうに思いながらいつも閉じています。ということで今回めちゃくちゃ大きな変化はないんですけど、とりあえずペンホルダーは抜いたままこの状態で使っていきたいと思います。これが私がトラベラーズノートを1ヶ月使ってみた感想になります。本当にノートとしては結構便利なノートですね。今後もトラベラーズノートのパスポートサイズとプロッターの英語サイズの2冊使いで仕事をしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。